やっほー、皆さんこんにちは。今日はタイトルにもある通り APEX っていう私が本当に大好きなゲームをテーマにしたスイーツをいくつか作っていきます。過去にも何回かみんなに言ったと思うんだけど、お菓子作りと同じくらい本当にゲームが好きで、私の大学生の夏休みはゲームなしでは語れないもん。コロナっていうのもあったけどね。でその中でも APEX はずっとハマってたゲームで、好きなものをみんなに共有したいなっていうのもあり、あとはお菓子作りの道を極めるものとして可愛い系だけじゃなくてかっこいい系のスイーツも作れるようにならないということで、今日はこのテーマにしてみました。とりあえずまずは今日作るスイーツを先に発表しちゃうね。今日もすっごい悩んでこの4つのスイーツを作ることにしました。キャラクターとかアイテムとか APEX って感じのものをチョイスしたんだけど、 APEX やってる人ならどんなのか想像できるかな。まあ一つずつ後でしっかり説明するから安心してね。ということでまずはパスファインダーのマカロンから作ってます。って言ってももう色付けをしながらマカロナージュしてるところだけどね。はい、OK。パスファインダーは APEX のキャラクターのうちの一人で、こんな見た目のロボットなんだけど、すごい可愛らしい感じで私は好きなんだよね。胸のディスプレイに映ってるニコちゃんマークにパスファインダーの感情が現れてるので、今回はこのキャラの顔とチャームポイントのニコちゃんマークをマカロンにしてあげます。結構色もいい感じなんだけど、マカロンの味ができました。まずは黄色い生地の方から絞るんだけど、これは丸の形に絞っていきます。APEX のキャラって結構リアルな感じだからさ、まずはデフォルメ化しなきゃいけないから、そこが難しくてちょっとお姉ちゃんにも手伝ってもらいました。お姉ちゃんも APEX 好きでよく一緒にやってるからね。次はパスファインダーの方を絞っていきます。お、いい感じ。なんかね、パスファインダーは移動に優れてるキャラだから、アビリティって言って固有のスキルを使うと瞬時に敵のところに行けるの。こんな感じで移動するスキルでコツはいるんだけど、爽快感があって楽しいんだよね。見て、ここまではめちゃくちゃいい感じにできてます。顔はアイシングで描いてあげるからね。とりあえずこれも乾燥させていきます。ツヤツヤでめちゃくちゃ可愛い完成が楽しみです。あとパスファインダーのスパレジェがグローブなので、それも最後に作ってあげます気持ち悪い。ごめんね、集合体恐怖症の人いたら目閉じちゃっていいね。じゃあ見て、めっちゃちっちゃいなんかこれだけだとマーブルチョコみたいだね。これがパスファインダーのスパレジェのグローブになってくれるはずです。そしたらこれで全部マカロンも絞り終わったので、一旦まとめて2時間くらい乾燥させておきます。夏は湿気が多いから乾燥時間長いんだよね。そしたら次は抹茶スポンジを作っていきます。よいしょ。今日のケーキは APEX のデスボックスをモチーフにして作ろうと思うんだけど、複雑な形をしっかり再現できるのかちょっと不安な部分が多いんだよね。デスボックスはベースの形は同じなんだけど、いろんなデザインがあるから、今回はオリジナルで私らしいケーキっぽいデザインにしたいと思います。あと新シーズンが始まったばっかりなんだけど、今回はブラッドハンドが強化されて主役キャラかなって思うので、ちょっとそのレジェンド要素も取り入れたいんだよね。ブラッドハンドっていうキャラはスキルで敵の居場所を味方に知らせることができるの。とりあえずアビリティでスキャンしたら味方に貢献できるから。最初は下手だからキルとかできないじゃん。だからスキルでスキャンをして味方に敵の位置を教えて、あとは任せたみたいな感じで最初は立ち回ってましたね。いいわー。
めっちゃ濃厚だよ。ブラッドハウンドっていうガス王子っぽいな。はい、できました。いい感じです。よいしょ。それではこのバカでかい生地に流していきましょうか。よいしょ。じゃあこれで焼いていきます。次はブラックココアのロールケーキを作っていきます。よいしょ。ブラックココア使うのハロウィンぶりかもしれない。これは回復アイテムのフェニックスキットをモチーフにしたスイーツにしようと思ってます。ただ他のスイーツとは違って見た目じゃなくてカラーリングとかコンセプトとかでフェニックスキットを再現しようと思います。大前提としてフェニキは全回復アイテムだから結構ずっしりしたスイーツがいいなって思ってオレオロールケーキにしました。そしたら型に流していきます。よいしょ。じゃあこれで焼いていきます。こんな感じでスポンジが焼けました。いい感じな気がする。よいしょ。絶対ふわふわだよ。めっちゃ美味しそう。これは粗熱が取れたらラップをしておきます。よいしょ。そしたら次は5種類のアモの焼きドーナツを作っていきます。私大学生の時さ、本当にゲームめちゃくちゃやってて、多分ね2日に1回は7時間くらいやってたと思う好きなことに関してはさ、本当に体力無限だからね。お菓子作りもそうだけど。よいしょ。なんかゲームやりすぎて頭痛がしてくるの頭痛がしてきて、あ、そろそろやめるかみたいなお菓子作りとかも絶対に飽きないと思う。どれだけやっても飽きない。自信がある。米粉が 100g。 なんかこういう焼き菓子系は米粉を使うともちもちするから積極的に使っていきたいなって思ってんだよね。よし、 OK。 そしたら生地を型に流し入れていきます。よいしょ。はい、 OK。 そしたらこれで焼いていきます。こんな感じでブラックココアのスポンジ生地が焼けました。ふわふわで美味しそうです。よいしょ。じゃーん、焼きドーナツが焼けました。明らかに左奥が焼けてる。うちのオーブン左奥の焼きムラがすごいことに先週気づいたんだよね。次回からちゃんと回すべきだね。アモがね5種類なので、ちょっとこれ味見してみようか。ちょうど糖分を欲してたところなのです。よいしょ。いただきます。もちもちしてて美味しい。よし、そしたらスポンジケーキをカットしていきます。デスボケーキはこんな感じのデザインにしたいから、まずはこのスポンジを縦に3等分にカットして長方形のケーキを目指していきます。 OK。 こんな感じかな。この間初めて抹茶とチョコを組み合わせたケーキを作ったんだけど、それがめっちゃ美味しかったからね、今回もそれを作っていきます。ここにチョコガナッシュを入れていきます。よいしょ。はい、こんな感じでチョコクリームの完成です。それではナッペをしていきましょう。てかみんなバトルロワイヤルゲームとかしたことある？エーペックスだったら3人1組で60人のプレイヤーが島に配置されて、最後の1チームが決まるまでみんなで戦い合うの。試合が始まると時間経過とともにマップがどんどん狭まってくから、どんどんプレイヤーが集まってくじゃん。それで道中で出会った敵と熱いバトルを繰り広げていくのです。もちろん個人のエイム力も大事なんだけど、
このゲームは味方との連携とか立ち回りとかキャラクターをどれだけ使いこなせるかとか、プレイする上で大事な要素がたくさんあるんだよね。お菓子作りと同じように奥が深くてめちゃくちゃ面白いんだよね。結構綺麗な長方形になってんじゃないかな。キリがないからね。よーし、こんな感じで1段階目のノッペは終わりにしたいと思います。最近四角の形をやることが多いから上達している気がする。そしたら次はロールケーキのクリームを作っていきます。まずはマンゴー味のチーズクリームを作ります。なんか夏っぽい要素も入れたくて、中のオレオクリームと外側のスポンジの間にマンゴークリームを挟むことにしました。戦闘中のプレイヤーがこれを食べたら体力が全回復できるような甘くてすっごいボリューミーなロールケーキにしてあげます。ちょっとオレンジ色にします。次はメインのオレオクリームを作っていきます。ちなみにオレオクリームにした理由としては、フェニックスキットってここの部分が黒と白の斑点模様になってるからデザインも近いかなって思ってチョイスしました。よし、じゃあロールケーキを巻いていきましょうか。まずはマンゴーのチーズクリームを塗っていく。このフェニックスキットは一応レアアイテムではあるんだけど、他の回復アイテムに比べて結構回復するのに時間がかかるから戦闘中に使ってる人はあんまりいないかもしれないね。そしたらオレオクリームを絞っていきます。あとエイペックスってプレイするのも楽しいんだけど、上手い人の試合を見るのもすっごい面白いんだよね。私の一押しの配信者さんはラッさんとチーキーさんで、もう多分5年くらい前からずっと見てるね。いきます。重っ。じゃああとはこれを固める。じゃあこれは冷やしていきます。よいしょ。見て、こんな感じでさっきマカロンを全部焼いてきました。今回は焼き色もそんなについてないし、ひび割れもしてないし、綺麗にできたかなと思います。この剥がす作業がめちゃくちゃ気持ちいいのです。こっちの黄色の方もめっちゃ綺麗にできてる。いい感じです。よいしょ。サイズ感がめっちゃ可愛い。なんかもうパスファインダーのグローブにしか見えなくなってきてるんですけども、こんな感じで必要な色のアイシングクリームを作ってきたので、今からマカロンのデコレーションをしていきます。色の調整がめっちゃ大変なんだけど、こっからのお絵かきタイムはね、一番楽しい時間だからね。張り切っていきましょう。こんな感じでお姉ちゃんにパスファインダーをデフォルメ化してもらったので、これを見ながらアイシングで顔を描いていきます。綺麗な円が描けません。難しい。誰かコンパスみたいな、なんか開発してほしい。でもいびつなのも手作り感があっていいかもね。待って。めっちゃ綺麗な円ができた。見て。丸って意外と最難関かもしれない。こっちが1個目で、こっちが2個目。だいぶ成長した気がする。めっちゃ可愛いんだけど、やばい。最後ハイライトを描いて、バスの顔はこれで完成です。次は胸のディスプレイのニコちゃんマークの方ね。本当にこんな感じです。エイペックスやってる人は多分分かってくれる。めっちゃ可愛い。よし、最後はグローブね。可愛いグローブ。こんな感じでアイシングが全部終わりました。丸描くのめちゃくちゃむずくてさ、
ちょっといびつなものが多いんですけども、これも手作りスイーツの良さということで、皆さん見逃してください。ちょっとね、完全に乾いてからクリームを絞ろうと思うので、一旦これは置いておこうと思います。ちょっと先にドーナツの方を作っていきます。そしたら次は焼きドーナツのデコレーションをしていきます。まず赤色がショットガーアーモンね。とりあえずまずはドーナツをそれぞれのアーモンの色でチョココーティングしていきます。なかなか普段こんな色使わないから調整するのがすごく難しかったです。次はスナイパーもね。エネルギーアーモンは抹茶のパータグラッセでデコレーションしていきます。これは色は一切いじってなくて、やっぱり色をつけないと表面が滑らかで綺麗な仕上がりになるんだよね。ライトアーモンはレモンのパータグラッセを使いました。ライトアーモンのドーナツだけちょっと固まる前にクッキーをのっけます。はい、OK。最後はヘビーアーモンね。これは色的にチョコミント味にしようと思ったんだけど、ミントエッセンスを買い忘れたのでただのチョコ味です。こんなはずでは。よいしょ。そしたら色をつけ終わったのでそれっぽくなるようにデコレーションしていきます。ヘビーアモって縦向きに2つ弾丸のマークがあるから縦に2つ白い線を入れる感じにしたんだけど、もう最悪最悪、終わりだ。最悪だ。どうにかしてカバーできないかなと思ったんだけど無理だー。ここで引くわけには。よいしょ。このスイーツが一番作るの楽かなみたいに思ってたんだけど、チョコの色を調整するのもデザインを考えるのも意外と難しかったです。とりあえずエイペックス好きな人が見た時に、あ、これねって分かってもらえるように頑張って仕上げていきます。エネルギーアモンはこんな感じで完成にします。なんか大丈夫これ正解だった。じゃーん。こんな感じで5種類の弾丸のドーナツが完成しました。イエーイ。なんかちょっとデコレーション微妙かな。色をつけるのが本当に難しい。やっぱチョコレートの扱いって難しいね。とりあえずこんな感じでドーナツは完成にして次行きましょう。そしたらケーキが冷えたので、これをデスボックスの形にカットしていきます。こんな感じでデスボックスは結構カクカクしてるから、その形を再現したいんだけど、ここが今日は結構難しいかなって思います。なるべくね、この形に近づけられるように頑張ります。ちなみにこれはデザインをお姉ちゃんに依頼してイラスト化してもらいました。可愛いでしょ？お相手しましょう。ケーキをしっかり冷やさないと綺麗にカットできないから、もしみんなも作るってなったら貴族気をつけてね。多分デスボックスのケーキ作る人いないと思うけど、このもんじゃ食べる時に使うヘラみたいなのがちょうどいいサイズだったので、これ使ってへこみを入れてみました。いい感じいい感じ。待って見て、デスボックスの形じゃない？やばいなんかもうそれっぽくなっている。こんな感じでデスボックスのねベースができました。この形にカットできるかめっちゃ心配だったんだけど、意外とねいけるもんだね。よし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 。こっからバタークリームで2段階目のナップをして表面をきれいにしていきますと。バタークリームは生クリームよりも硬さがあるから、こういう複雑な形のケーキを作るときはナッペがしやすいので表面にだけ塗ってます。全部バタークリームにしたら結構重くなっちゃうから、中身は普通のチョコクリームにしました。本当にうまくいくか心配なんだよね。
感じでデスボのベースの形ができました。一旦この側面は全部埋めました。ただどこが凹んでたかわかんなくなっちゃったんだけど、どうしよう。あかんです。なんとかして探し出したので、さっきと同じ感じで凹みを作っていきます。こんな感じで2段階目のナッペが終わって、だいぶデスボックスだよ。本当に近づいてきたよ。あとはグラサージュをかけていきます。それがうまくいくかが問題なんだよね。今からこの抹茶のグラサージュをかけていきます。ちょっとまだ早かったかも。ちょっとグラサージュが緩すぎたから一旦上面だけ埋めることにしました。ちょっと緩かったのでもう少し固めてきたのでこれやっていきます。久しぶりにやったからかな。全然ダメ。お、いい感じな気がする。硬さちょうどいいかもしれないな。でここに先にマークをやるべきか。先にマークを書くべきだった気がする。こっちやり直すか。ここで引くわけには。ということでグラサージュをやる前にデスボにつけるパーツを作っていきます。しっかりした質感を出したかったからベースはチョコレートじゃなくてマスマルフォンダンで作ってます。下手すぎる下手すぎる。ちなみに2個目も作ったんだけど1個目はねめっちゃ綺麗にできました。かわいいあと最後にデスボックスのボタンを作ったんだけどこれはブラハのアビリティのマークにしました。 OK。 そしたら作ったパーツをケーキに貼っていきます。よし OK。 こんな感じでかわいいです。そしたらグラサージュやっていこうか。ちょっと今のところ本当にうまくできるのって不安になってる方もいると思うんだけどこっからちゃんとリカバリーしていくからね。終わりよければ全てよしって言うでしょ。ちょっと黒いけどこんな感じでできました。なんかグラサージュにしたの失敗だった。ちょっととりあえずここにねボタンをつけていきます。これ辺でいいか。これをボタンをこうやって押すとデスボックスが開くっていう感じです。あとバナーを載せてあげないとね。デスボックスはプレイヤーがキルされると出現するって言ったと思うんだけどどのプレイヤーのデスボックスかが分かるようにそれぞれにバナーっていうプロフィールが表示されるの。そんでデザイン悩んだんだけどとりあえず APEX って感じのバナーにしようかな。チョコで APEX のマーク作ってきたからこれを貼る。チョコが割れないようにね。文字書くの本当に苦手だからちゃんとフードペンで下書きしておきました。むずいできた。でここに私の ID を書く。バナーの左上にはプレイヤーの ID が書かれるからとりあえず私の YouTube-ID を書くことにしました。下手すぎるごめん下手すぎるしかもスイーツエンジニアリングって書きたかったのにスイーツエンジニアになっちゃった。まあ大変か。よしよし誤差誤差。そしたらこのバナーをデスボックスの上に乗っけていきます。よいしょ。ここら辺かな。よいしょ。可愛いんじゃないでしょうか。こんな感じでね。はーい。そしたら最後バナナの縁にバタークリームを絞って終わりにします。こんな感じで APEX のデスボックスケーキが完成しました。イエーイちょっとグラサージュにしたの失敗だったかな。
わかんないんだけど、でもね、設計通りにはできたの。頑張ったの。褒めてほしい。私のアイディアめっちゃ汚いよ、もう。本当に字上手くなりたい。どうしてもこのへこみとかを再現したくて、これは本当に大変だったんですけど、ピースボックスケーキが無事完成しました。かわいい。お疲れ様です。よーい、そしたらロールケーキを仕上げていきましょうか。よいしょ。なんかクリームがついちゃってるね。ちょっとここが割れてる。こんな感じでカットし終わったんだけど、ロールケーキってさ、こうカットするときにこうやってクリームついちゃわない？ちゃんとね、ナイフを温めてやってるんだけど、なんでついちゃうんだと思う？みんな教えて。で、マンゴーのオレンジのクリームが見えにくいので、上からクリーム絞ろうかなと思います。クリーム余ってるのでね。思ったんだけど、クリームが白くて、生地が黒いから目立っちゃってるだけなのかな。これで。そしたら最後に仕上げのデコレーションしていきます。じゃーん、エイペックスのピックを作っておきました。これを最後トッピングしていきます。天才じゃない？よいしょ、かわいい。めっちゃかわいい。ピック風のチョコレート。かわいいや。じゃーん、見て。こんな感じでフェニックスキット風のオレオブラックロールケーキが完成しました。イエーイ。可愛くない？これはね、味の方を結構重視してレシピを考案しました。多分相当美味しいんじゃないかなと思っております。見て、このふわふわそうなロールケーキ生地を。やばくない？超美味しそうなんですけど。よーし、そしたらね、このマカロンのデコレーションをしていきます。まずはパスファインダーの顔の方からやっていくか。このクライマックスら辺になると、もう終わっちゃうんだっていう寂しい気持ちと、もう少しで完成させてあげられるっていう嬉しい気持ちが混ざって複雑な気持ちになるんだよね。かわいいです。めっちゃかわいい。はい、かわいい。かわいすぎなんだけど、何これ。よいしょと。はい。次、グローブの方ね。クリームはめっちゃちょっとにします。あんまり高さが出すぎるのが嫌だからね。はいっと。見て。こんな感じでパスファインダーのマカロンが完成しました。イエーイ。かわいすぎる。なんかびっくりするほどうまくいってしまった。パスファインダーのスパレジ私持ってないんだよね。持ってねえのかよって感じなんだけど。ということでマカロンもこんな感じで完成にします。じゃーん、見て。こんな感じで全部のエピックスイーツが完成しました。イエーイ。かわいいよ。幸せすぎるよ。とにかくこのデスボックスケーキはめちゃくちゃ頑張った。本当に頑張った。なんか作ってた時はいまいちかなとかちょっと心配だったんだけど、こうやって改めて見るとめっちゃ可愛くできたかもしれないんだけど、いい感じですね。いやーでも一つ一つ結構今回は難易度が高かったからうまくできるのかなとか心配だったんだけど、結果ね無事全部うまくできて本当に良かった。大好きなお菓子作りと大好きなゲームがコラボするという、なんて幸せな回なんでしょう。この子たちは後でお友達にお裾分けしようかなって思います。ということで私はいつも通り片付けをして今日も終わろうかなって思います。
じゃあまた後でね。バイバーイ。次の日エーペックスカフェを開催して作ったスイーツをいただきました。フェニキロールに合わせてレモネードのドリンクも作ったの。ずっしりしたロールケーキとさっぱりしたドリンクがめっちゃ合ってた。やっぱロールケーキが大成功だった。これは複雑なデコレーションとかもないし、みんなにもぜひ作ってみてほしいスイーツですね。ドリンクの方はマンゴーとナタデココが入ったレモネードなんだけど、この紫色はバタフライピーで再現できるから、ちょっとおしゃれなドリンクを作りたい人はぜひやってみてね。作り方はショート動画で上げてます。ケーキでかすぎてさ、これ私も含めて10人で食べました。半分は次の日会社に持ってったの。見た目だけじゃなくてしっかり味も美味しくて、もう大満足です。今回も本当に楽しかったし、何より自分が好きなものをみんなにも共有できてちょっと嬉しかったです。ぜひみんなもエイペックスやってみて、もしかしたら一緒にマッチするかもね。次はどんなスイーツを作ろうかなということで、今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。